機動新世紀ガンダム X に登場したニュータイプ専用モビルスーツガンダムレオパルドが最新ハイグレードフォーマットでついに登場。今宵はこのガンプラをレッツイントロデュースガンダム X。どうもこんにちは、クラフターです。今回ご紹介するのはこちらのキット、機動新世紀ガンダム X からハイグレードガンダムレオパルド。放送から30周年を迎えるガンダム X シリーズから新キットガンダムレオパルドが登場しましたが、パッケージアートこんな感じですね。インナーアームガトリングが火を吹いております。箱の大きさは通常のハイグレードサイズで、厚みはそんなにないですね。側面を見てみましょう。完成見本写真こんな感じですが、機体シルエットめちゃくちゃ角張ってますよね。このシルエットが大好きな方かなりいるんじゃないでしょうか。そしてインナーアームガトリングのギミックもちゃんと再現されてますね。このレオパルドはとにかく武装が多いですからね。右前腕のグレネードランチャーは前後にスライドするらしい。稼働はね、最近のキットですから当然優秀と。ブレストガトリングなんかもちゃんと開閉ギミックありそうですね。なかなかガンダム X の機体、このクラフターチャンネルでは紹介することも少ないですが、発売されることも少ないですけどね、ちょっと開けてみましょう。オープン。はい。おー、いいですね。バンダイのウェブサイトとかで機体デザイン見たんですけど、かなりバランスがいいんですよね。最近のガンプラは本当にかっこいい。ちょっと取り出してみましょうか、ランナーを。ランナーの袋は全部で3袋と少なめ。袋を開けてランナーを取り出していきましょう。いい色味の成型色ですね。ランナーを机の上に並べてみました。全体の分量としてはこんな感じ。全部でランナー6枚ですね。ではパーツをチェックしてみましょう。こちら色プラの A ランナー。ビームナイフのエフェクトパーツはオレンジ。この辺りがガトリングですね。そして差し色の赤。ツインアイと顎の部分が一つのパーツになってます。ミサイルの断層部分はこんな感じでちゃんと色分けされてそうですね。足の裏にはちゃんとローラーが内蔵されてます。そして差し色のイエローと。メインのボディカラーはこちらのグリーン。胸部のパーツですが非常に複雑な形状。もう最近のガンプラもパズルみたいになってきてますからね。このすね部分は合わせ目が出るパターンなのか。こちらにはインナーアームガトリングのパーツがついてますね。でかい。12センチぐらいありそう。そして頭部のパーツこちら。ヘルメットが3分割されてますね。いやー、これもかなり細かいですよ。しっかりとディテールも入ってますし、エッジもぼやけてないですね。あとフレームのランナーはこちら、ライトグレー。この辺は特段解説する箇所もないと思いますが、ほんとこの辺いつもの肘パーツ。ブレストガトリングはこんな感じ。ついついさらっと流しそうですが、実は非常に細かくて、はっきりとしたディテールになってます。あとはこちらも差し色のホワイト。太ももと上腕は筒状。ウエストも筒状。いやー、最近のガンプラ本当に合わせ目がないですね。あとはホイールシールが1枚付属。説明書はこちら。見てください、この全体のバランスを。なんか手足も長すぎず短すぎず、頭も大きすぎず小さすぎず、ガンプラの進化は著しい。しかしガンダムレオパルド、高さは 16.8 メートル、ちょっと小さいんですよね。ウエイト 8.5 トン。随分軽いな。中身は片面フルから片面白黒。パーツリストには余剰パーツもありませんし、最近のキットですからポリキャップもないです。組み立て自体はちょっと変わってる箇所もありそうですが、おそらく簡単でしょうね。カラーページにはこのようにインナーアームガトリングのギミック解説、その他各種武装の開閉ギミックの解説が載ってますね。そして裏表紙、ポージング&武装解説。いや、このレオパルドはね、とにかくミサイルが豊富ですから。ショルダーに11発でしょ。ブレストガトリングに右前腕のグレネードランチャーは6門と。で、左足にはセパレートミサイルポットもあるんですね。これはパージできるタイプ。カラーガイドは全部で8色と。ちょうどいい。いや、各種ミサイルのギミックが面白そうです。それでは早速作っていく。まずは先細スバニッパーでパーツを切り出しましょう。濃いめの成型色ですが、ゲート跡はどんな感じになるんでしょうか。若干柔らかめですが、やわすぎではないと。多分プラスチックの素材も進化してるんでしょうね。パーツを切り終えたらお次はこちら、シャギーン。アルティメットニッパーでゲートを2度切り。昔であればこれぐらいの濃さのパーツはもうバリバリに発火したもんですが、チョキ見てください。何なんでしょうね。アルティメットニッパーの切れ味がいいのもあるんですが、それにしてもゲート跡が綺麗すぎないかいと。全然発火しないじゃないか。いや、すごいですね。では組み立てていきましょう。まずは頭部ですね。赤いパーツにバルカンを取り付けて、側面のヘルメット挟み込みます。フェイスマスク、これをつけると一気にガンダム。トサカをはめてフロントですね。見てください、この細かいパーツを。ここからバルカンがね、ちゃんと出てるんですよね。リアルグレードかよ。そしてブレードアンテナを取り付けると。はい、これで頭部の完成です。非常に細かいですが精巧にできてますね。合わせ目は全部パネルラインになってます。後頭部はダン落ちモールド。続いてボディです。
肩のフレームですね。これを差し込みます。肩はこのように引き出せる構造になってます。白いパーツをつけて胸部アーマーで閉じると。次にウエストを組み立てて、もう一つ上からボディに取り付けます。こんな感じ。次にバックパックを組み立てます。これをはめて反対側から閉じて、アームを取り付けて背面のアーマーに差し込んでスライド。これをボディフレームに取り付けると。首フレーム、胸部にブレストガトリング、胸部ハッチを作ります。そしてハッチを差し込むと。両方つけて閉じる。センターにはこちらですね。差し込む。はい、これでボディの完成です。胸部ハッチがこんな感じで開閉すると。おー、素晴らしい。合わせ目はこの側面は段落ちになってますね。あとは全部パネルライン。続いて腕を作っていきましょう。まずは左腕ですが、関節はいつもの二重関節。閉じます。前腕をはめて、こちらも閉じます。上腕を差し込むと。ショルダーが結構複雑ですね。パーツをつけて、これも閉じる。さらにこちらのパーツ、立てて、上からかぶせます。正面のアーマー、取り付けて、腕も取り付け、マニピュレーター。はい、これで左腕の完成ですね。肘関節は二重なんで、かなり曲がります。インナーアームガトリングを使用する際は、この真ん中のパーツを引っ張って横に向けて、そしてこう倒すと。かなり凝ったギミックが内蔵されてます。一旦閉じておきましょう。ちなみに右腕の方はというと、こちらの前腕のガトリングを組み立てて腕に取り付け、そしてカバーします。こんな感じですね。前腕のランチャーはこんな感じで可動ギミックがあります。次にショルダーのミサイルですが、内側にこんな感じに取り付けて、さらに8連のミサイルと。これを土台にはめて、こちらを引っ掛けて、ショルダーの関節部分で閉じます。そしてハッチを閉じておく。腕を取り付けて、マニピュレーターをはめて、さらにこちらのシールドを組み立てて、側面に取り付ける。はい、これで右腕の完成ですね。射出時は伸ばして、ここを開けると。おー。ほんとこのキットはギミック満載ですね。右手と左手のデザインは全く違うと。ガトリングに収納できるように前腕がめちゃくちゃ細い。続いてはスカート部分。股関節面白いですね。こういうボール状になってるんですね。上からフレームで閉じます。フレームにリアスカートを取り付けて、上からフロントスカート。センターで閉じます。さらにこちらのパーツ。そしてイエローのパーツを取り付けておくと。ボールジョイントのサイドスカート。はい、これでスカート部分の完成です。非常にカクカクしてますね。続いては足です。まずはつま先にこちら、そして足の甲をかぶせると。これで足先完成です。非常に単純な構造。次に足のフレーム、二重関節を閉じて、スネアーマーに取り付けます。そして膝アーマーですね。ここも可動する構造です。これで閉じると。めちゃめちゃ簡単。後ろ側にはスラスターを差し込んで、側面は一旦こちらのハッチで閉じておくと。太ももを差し込んで関節取り付け。ここはね、かなりしっかり奥まで差し込まないとダメです。アンクルガード、足首を連結すればこれで脚部の完成です。合わせ目はパネルラインになってるかと思いきや、このすね部分にちょっとだけ出るんですよね。膝関節はこんな感じでよく曲がると。つま先はそんなに曲がる感じじゃないですね。膝部分にもミサイルがありますからね。アーマーを引っ張ってこんな感じで射出状態と。そしてこのふくらはぎ部分なんですが、こちらのランチャーをまずは組み立てましょう。開閉式のハッチを取り付け閉じます。こんな感じでこちらを作って、ふくらはぎのカバーを取り外してこれを差し込みます。ハッチは開閉式になってます。こんな感じで開けて、左足のセパレートミサイルポッドを取り付け可能と。いや、いいですね。ちゃんとね、弾頭が赤になっている。渋すぎる。最後にインナーアームガトリングを作りましょう。まずはガトリングの方針を組み立てて、方針に白いカバーを差し込んで、ここで止めます。銃口を取り付けて、こんな感じですね。これをフレームにはめます。さらに開閉式のハッチをここに刺して、反対側のパーツで閉じます。こちらでキャップする。丸い部分にはイエローのパーツ。ハッチは閉じておく。ガトリング部分完成です。ガンダムレオパルトすぐみの完成です。組み立ては非常に簡単ですね。しかしギミックがいろいろあって面白い。では最終組み立てやっていきましょう。足を取り付けて、はい、下半身の完成です。こんな感じのデザインですが、
なんか非常に宇宙世紀っぽいというか、フルアーマーガンダムみたいなデザインしてますね。まあ設定上は小さめの前後なんで、このキットもちょっと小さいですね。お次は上半身。右手をはめてくるっと回転、ちゃんと凹凸を合わせて回転させると。そうすることで肩関節の引き出し、こんな感じで伸びるんですよね。非常に関節可動が広くなります。この伸び縮みをしっかりと行うために肩のロック機構が必要なわけですね。そして上半身と下半身をドッキング、ガシャコーン。はい、全体像こんな感じ。いいですね、バランスが。背面にインナーアームガトリングを取り付けて、最後に頭部を取り付けジャキーン。これでハイグレードガンダムレオパルドの完成です。クラフタチャンネル。ハイグレードガンダムレオパルドすぐみの完成です。どっしりとしたプロポーション。近くで見るとこんな感じですが、本当に頭部のディテールが秀逸ですね。インナーアームガトリングが存在感を出すと同時にうまいこと重心を担ってくれるんですよね。それではこのハイグレードガンダムレオパルドの魅力に迫っていきましょう。とりあえず脚部のミサイルポットを開けて右腕のグレネードランチャーを構えてみた。はい、どうでしょうか。予想以上にかっこいいと思いませんか。これ最近のガンプラはほんとポージングが決まる。さらにパーツの色分けも秀逸ですよね。ちゃんとミサイルが赤の成型色になってますから、すぐみでもミサイルの存在感が桁違いです。ビームナイフにエフェクトパーツをつけて右手に持たせてみましょう。インナーアームガトリングは重たいんですが、いろんな方向に固定できるんで、逆にスタビライザーみたいな役割を担ってますね。ではインナーアームガトリング再現していきましょう。この部分を持ち上げて90度回転倒す。次にガトリングの裏側のこの突起を持ち上げます。ハッチを開けます。左腕を格納、ハッチを閉じます。最後にここを押さえてロックします。セパレートミサイルポット、ホーネットミサイル、グレネードランチャー、ショルダーミサイル、ブレストガトリング。全部のハッチを開けてポージングをさせたつもりが、ブレストガトリングのハッチが開いていなかった。大変申し訳ないです。それにしてもインナーアームガトリングのギミックは本当にいいですね。めちゃくちゃガンプラ進化してるな。はい、というわけで今回はハイグレードガンダムレオパルドをすぐみレビューしてみました。いや、全身のミサイルポッドのハッチが開閉するし、インナーアームガトリングは迫力満点でギミックも最高。ガンダム X はあんまり好きじゃない方でも、これはガンプラの進化を体感するためにぜひ買ってみてほしいキットの一つですね。皆さんもぜひ最新ガンプラ楽しんでみてはいかがでしょう。ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。